どうもトレーニーアウトドアです。皆さん考えたことはありますでしょうか？自分がこれまでにいくらキャンプギアにお金を使ったのか考えたくないという方が大半なのではないでしょうか。キャンプ歴4年目の私ですけれども、様々なキャンプスタイルでキャンプを楽しんでいることもあり、急ピッチでギアを集めてきました。残念ながらお金持ちではないので、できる限り厳選して無駄遣いのないように買ってきたつもりです。今回はそんな私がこれまでに購入した全てのギアをお見せするとともに、最終的にいくら使ったのかを発表したいと思います。基本 Amazon で商品を購入することが多いので、おおよそのギアは購入当時の金額で計算しておりますが、一部購入当時の正確な値段がわからないものがありますので、そちらに関しては現在のを参考にしております。また今回は100均の商品とオイルやガス管などの消耗品は除いております。今回紹介する商品は全て概要欄にリンクを貼っておりますので、気になるものがございましたらそちらから細かい商品情報を確認してみてください。この動画が少しでも役に立った、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。それではもうかなり時間がかかりそうなので、早速紹介していきたいと思います。はい、こちらコールマンツーリングドーム LX でございます。こちらは私が一番最初に購入した初代テントでございまして、ソロキャンプを始めるという時に購入したものでございます。ソロキャンプというと LX より ST の方が有名かなと思うんですけれども、将来的にデュオキャンプもしたいなということで LX を購入いたしました。やはりドーム型のテントっていうのはですね、中に入っている時の安心感が他のテントと比べ物にならないですね。最近は他のテントを使うことが多くて出番は減ってるんですけれども、直近だと北海道の釣りキャンプ旅に使用いたしました。それからこのテントに関してはかなり前室が広めに取れるというのと、跳ね上げ用のコードを買えば日よけ、雨よけもできるということで、かなり万能型のペンということで最初にはぴったりになるのではないかということで購入をいたしました。こちらバンドックのソロベースでございます。これはですね、野営に興味を持ち始めた時期がありまして、その際に購入したものでございます。これは EX をかなり迷ったんですけれども、当時ですね、シンプルなバンドックソロベースの方がかなり Amazon で安くなっておりましたので購入を決意いたしました。森でのキャンプとかね、大体これ使ってますね。これはね、とにかくね、もうかっこいい、武骨、映える。これにね、つきますね。ペグを打つ箇所がちょっと多いので、それが難点なんですけれども、TC 素材ということで雨にもある程度耐えられますし、テントの下で焚き火をしてもですね、火の粉にも強いということで非常に重宝しております。こちらネイチャーハイクのサイクリングバックパックテントでございます。これはですね、徒歩キャンプだとかバックパックキャンプに興味が湧いていた時がありまして、その際に購入したものでございます。ちょうどその頃登山にも興味を持ち始めて、とにかく軽くて小さいテントが欲しいなということで購入を決意いたしました。モンベルとかね、いいブランドのもので、高額な登山用テントっていうのはあるんですけども、ちょっとあまりにも高いので、これに関しては確か1万円前後で購入できたので、値段的にも非常にありがたかったですね。これ中華ブランドなんで、大丈夫かなと思ってたんですけど、これかなり使ってるんですけれども、全然壊れないですし、非常にコスパのいい商品だなと思っております。でこちら天幕デザインのサーカス TC デラックスでございます。当時まだこの TP 型のテントというのは一つも持っていなくて、でデュオキャンプとかっていうのも結構行ってたんで、そういった際にですね、2人用ないしはソロでも使えて、かつこうね、形が違う映えるテントが欲しいなということで購入を決意したものでございます。これね、私が持ってるキャンプギアの中でも一番おそらく高いんですけれども、本当にね、これは買ってよかったですね。設営もそんなに大変じゃないですし、初心者の方でもね、結構簡単に立てられます。唯一ね、これ重いっていうのが難点なんですけれども、それでもやっぱり見た目がね、とにかくいいですね。この時ちょうどフロアレススタイルのテントっていうのがかなり興味を持っておりまして、これに合わせてまた様々なギアを買ってしまうことになるわけなんですけれども、それでもですね、これは本当に買ってよかったなって思いますね。かなり人気のテントなので、キャンプ場に行くとね、絶対被るっていうのはあるんですけれども、私はそんなに周り見てないんで、とにかく自分のサイトがかっこよくなればいいなという思いで買いました。はい、こちら DOD の5日のタープでございます。5日のタープなのか、いつかのタープなのかちょっとわからないんですけれども、当時はですね、夏キャンプをしたいなと思っておりまして購入した商品でございます。タープを立てるのに本当に苦労しまして、もう何回見てもうまく立てられなくてですね、今となってはね、もう普通に立てられるんですけれども、当時は非常に苦労した記憶があります。慣れてしまえば全然そんな難しいことはなくて、特にグループキャンプ行く時なんかはね、かなり重宝しているギアでございます。これ先ほど紹介した、ネイチャーハイクのサイクリングバックパックテントでですね、これ合わせて貼ると色味も一緒ですので、非常におしゃれな感じになって気に入っております。これのいいところはポールとか延長のコードとかも全部この1個の中に入ってるんですね。それで1万円前後ぐらいだったと思うので、非常にコスパのいい商品だと私は思います。タープの購入を検討している人はですね、まずは一番最初これから始めてみるのはいいのではないかと思っております。
はい、こちらスームルームのチタンペグでございます。もともとペグは鋳造ペグを使っていたんですけれども、やはりあれかなり重いということで、私結構徒歩キャンプだとかバックパックキャンプ、遠征キャンプに行きますので、そういった際に軽くて丈夫なペグが欲しいなということで購入いたしました。チタンのものって基本的に高いものが多いんですけれども、このスームルームのチタンペグはかなり安かったのですぐ購入いたしました。ある程度地面が硬いサイトであっても全然問題なく刺さってくれますし、ほどのことがない限りはこのペグでテントが吹っ飛ぶってことはないのかなと思っております。これとにかく軽いんで、とりあえず何でもいいからペグ買おうかなって思ってる人はまずこれから買うのがいいのかなと思っております。こちらスノーピークのソリッドステークでございます。これ一番最初に買ったペグでございまして、とにかく頑丈でしっかりしたものが欲しいと思って購入いたしました。だいぶ初心者の時に麓っ腹に来まして、かなりの強風でもうテントとタープがもう吹っ飛ばされそうになった経験をしまして、その時からですね、ペグはやっぱ頑丈でいいものがないとダメなんだなと思って購入をいたしました。こんだけサイズが長いですと、かなり地面にめり込んでくれますので、テントが吹っ飛ばされるっていう心配が本当にこれでなくなりました。ちょっと重いのがネックですけれども、一番安心感はあるので、特に大型のテントなんかを張る方に関しては、こちらおすすめでございます。こちらロゴスのぴったりグランドシートでございます。これコールマンツーリングドーム LX を買った際に、グランドシートというものが必要なんだということを初めて知りまして、自分のテントに合うサイズを探して購入したものでございます。グランドシートは様々なメーカーから様々なサイズのものが販売されておりますので、サイズと予算とメーカーで好きなものを選べば良いかなと思います。グランドシートはですね、通常のテントのサイズより少し大きめのサイズを買うと少し余白ができて、そこになんか物を置いたりもできるんで、ちょっと大きめのサイズを購入することをお勧めいたします。はい、こちらフューチャーフォックスのグランドシートでございます。バンドクのソロベースを買った時に、グランドシートがまた別で必要だということで購入をいたしました。フロアレススタイルのテントの下に置くグランドシートはやはりちょっとある程度水はきがいいものがいいなと思いまして、野営とか、森に持っていくことが多いので雰囲気が合うような色がいいなと思ってこちらを購入いたしました。これ重いんですけどもかなり丈夫であることと、撥水加工がかなり効いているということで、かなりガシガシ使ってもびくともしないんで重宝しております。こちら DOD のポールでございます。これはですね、コールマンツーリングドーム LX の跳ね上げ用ポールとして長さもバッチリだったので購入をいたしました。これかなり値段が安くて、安い割には結構ちゃんとしていて、使っていてなんか不具合が起きたこととかはないので、非常にコスパいいなと思っております。ただ最近ちょっとハンモックとかタープ泊に興味が出てきまして、その際にまたポールが必要だということになりまして、そう考えると長さを自在に変えれるポールっていうのを一番最初に買っておくのがベストなのかなと個人的には今更ながら思っております。ただ長さを変えれる自在ポールって結構お値段するので、ただ用途が定まっている方に関してはこういったものでもいいのかなと思います。はい、こちらノースフェイスのウラノス45でございます。45なのか45なのか分からないんですけれども、これはですね、バックパックキャンプをやってみたいなと思った時に購入したものでございます。合わせて登山にも興味が湧いていたので、本来であれば野営に使うような武骨なリュックが欲しかったとこではあるんですけれども、登山と併用することも考えてこちらのバックパックを購入いたしました。これは他の動画でも詳細を説明してるんですけれども、見た目がかっこいいのと、この真ん中からね、中が開けられたりだとか、実用性もかなりいいというのと、あと45リットルというサイズがですね、絶妙だったかなと個人的には思っております。一泊のソロキャンプだったら、ちょうどこれぐらいでギリギリ収まるかなっていう感じですね。で、最近は結構 UL 化にも興味が湧いておりまして、60リットルぐらいのね、バックパックでもいいとは思うんですけれども、あえてこの45リットルのサイズの中で収まるギアを選んで、ミニマムキャンプを楽しむっていうやり方もありなのではないかと思います。はい、こちらギアを収納するケースでございます。ちょっと商品名はわからないんですけれども、確かホームセンターでね、3000円ぐらいで買ったものだったと思います。で、だんだんギアが増えていって、もともと収納袋がついているようなものはいいんですけれども、ちょっと小さめのギアをですね、まとめて入れるものが必要だということで購入をいたしました。普段はこの中にですね、調理器具だとか焚き火道具だとか、諸々のギアをこの中に入れております。バックパックキャンプとかバイクキャンプとか、そういった時にはこの中にあるものを取り出してますけれども、オートキャンプの時はこれ丸ごと持ってっちゃうことが多いですね。こういった収納量はね、必ず1個は持っておいた方がいいのかなと思います。こちらヘンリー・ビギンズのツーリングシートバッグでございます。これはバイクキャンプに行きたいと思って購入したものでございます。ホンダのハンターカブというバイクに乗っているんですけれども、その後ろ側にですね、荷台がついておりまして、そこにこれを置いて、バイクキャンプに行くのに最近はハマっております。この商品はですね、本当に買ってよかったなって思う商品の一つなので、また別の動画でですね、バイクキャンプの積載紹介なんかをするときに、詳しくご紹介したいと思っております。これは今まで購入した商品の中でも1、2を争うぐらい買ってよかったなって思っている商品です。バイクに
乗らない人はね、あんま必要ないかと思うんですけれども、バイクキャンプに行きたいと思っている方に関しては本当におすすめの商品でございます。雑貨の国のアリスのアウトドアラックでございます。これはですね、コールマンツーリングドーム LX を使ってた一番初心者の頃に、やはりサイトをおしゃれにしたいなという気持ちが出てきて購入したものでございます。これですね、こんな感じで、はい。ワンプッシュで、ここまで小さくなるんですね。そのコンパクト性もいいなと思って購入したものでございます。これは好みだと思うんですけれども、だんだんもうちょっと大人な感じにサイトをしたいなということで、後ほど紹介するキャンピングムーンのフィールドラックを使用することになったので、これは家でも使えるので、家でキャンプギアを置くのに主に使っております。こちらキャンピングムーンのフィールドラックでございます。これはですね、先ほど紹介した木の棚を最初に購入したんですけれども、サイトの雰囲気をですね、もうちょっと男の子っぽくしたいなということで購入をいたしました。これ友達にお勧めされて買ったんですけれども、ラックとしての機能はもちろんなんですが、机としても使えたりするんで、かなりの汎用性が高いなと思います。この上にキャンプギアを乗せるとサイトがかなりスッキリ見えます。これもちょっと重いのが難点なのと、組み立てにね、ちょっとコツがいるんですけれども、一回コツを覚えちゃえばもうパパッと組み立てられるんで、オートキャンプの時なんかにはかなり重宝しております。じゃあカーベイビーのハンギングラックでございます。これもですね、サイトをよりおしゃれにしたいという気持ちが芽生えてきた時に買った商品でございます。当時かなりこれが流行っておりまして、実際に使ってみるとやっぱりサイトがスッキリしますし、物をね、やっぱ地面に置かなくていいんで、ギアが汚れないし、なくし物もなくなるっていうことでね、今でもオートキャンプなんかの時には使っております。これは値段そんなに高くないので、初心者の方なんかにも手を出しやすい商品なのかなと思います。じゃあ、モンターニャのマルチギアケースでございます。これはですね、ライトとかライターとか、そういう細かいですね、ギアを収納するように購入をいたしました。これぐらいのサイズの入れ物ってなかなか売ってなかったりして、たまたまキャンプショップ行った時に見つけて、かなり安かったんで、もう衝動買いをしたものでございます。バックパックでキャンプに行く時なんかは、この中に必要な小物類を入れて持ち歩いております。これもかなり最初の頃に買ったんですけれども、未だに愛用している入れ物でございます。では、ワイルテックのギアケースでございます。キャンプ YouTuber の方が考案された商品ということでご存知の方も多いかと思います。これはですね、本当によく考え尽くされた商品だなと思いまして、基本的にはこの中にですね、ナイフとか、ちっちゃい机、フィールドホッパーだとか、皮膚希望だとか、もう全部この中に入れて持ち運んでおります。バックパックキャンプとかでどうしてもこのギアケースを持ち運べない時だけ、モンターニャのギアケースに必要なものだけを移して使っているという感じになります。調味料なんかもね、ここにも並べて入れれますし、本当にね、容量がすごくても何でも入るんで、とにかくこれ1個持ってっときは忘れ物なくなるっていうね、そういう意味ではね、これ本当に素晴らしい商品だと思います。はい、こちらオレゴニアンキャンパーのペグケースでございます。ペグを買ったもののですね、ペグケースは持っていなくて、ペグをタオルにぐるぐる巻きにして保管をしていたんですけれども、それもちょっと味気ないなということで、これは購入をいたしました。もっと大きいペグケースとかもあるんですけれども、私はソロキャンプが多いですんで、これくらいのサイズ感のペグケースがいいなと思ったので購入をいたしました。この色味とかがね、かなり気に入っております。後ろにこういうベルトがついておりますんで、バックパックの横にね、吊るして持っていくことなんかも可能でございます。これはソロキャンプの方に非常におすすめの商品でございます。こちらポストジェネルさんのツールボックスでございます。こちらも他のポストジェネラルの商品と一緒でいただいたものですんで、今回の総額には入れておりません。オレゴニアンキャンパーのペグケースを使ってたんですけれども、ハンマーとか入れると結構パンパンになっちゃうんで、大きめのペグケース欲しいなって思ってたところにいただいたものです。なので、ツールボックスという名前なんですけれども、私はペグとハンマーをまとめてこの中に入れております。バックパックキャンプとか徒歩キャンプとか遠征キャンプの時は、ここから必要なペグを抜いてオレゴニアンキャンパーのケースに入れるというような使い方をしております。こちら、ナンガとサンデーマウンテンのコラボ商品で、リミテッドシュラフ SF600 というものでございます。600なのか600なのかわかんないんですけれども、これ一番最初に買った寝袋ですね。で、寝袋だけはいいものを買えと、よくキャンプ界隈では言いますけれども、初心者の頃からいきなり3万円とか5万円とか高いね、寝袋を買うっていうのはなかなか難しかったので、最初なのでこれぐらいがいいだろうということで購入したものでございます。一応春秋用のシュラフでございますけれども、私はマイナス9度にこのシュラフで挑
挑んだという、思い入れもある商品でございます。最初はですね、家族で使っていた、かなり古い型の封筒型のシュラフを使っていました。かなり畳むのが大変で、それで剥げたんじゃないかなっていうぐらいストレスが溜まっていたので、これに関しては本当に畳みやすいし軽いし、で見た目もかっこいいんで、本当に買ってよかったなって思います。やっぱ寝袋といえばナンガなんですかね。ただこのスペックで冬キャンプはやっぱり厳しい気がするのでおすすめはいたしません。春、夏、秋には十分使えるものだと思います。こちらナンガと3点のオーロラテックス 600DX でございます。先ほど紹介したシュラフのよりあったかいバージョン、冬バージョンということになります。これからですね、冬キャンプをどんどんやっていきたいなという時に、寝袋ではやっぱりちょっと心もとないなということで、さすがにキャンプ歴4年目も迎えましたんで、お高めの寝袋を買うことにいたしました。登山でテント泊もするんですけれども、山頂ってね、ものすごい寒いんですよね。そういう時にも対応できる寝袋が欲しいなと思いまして、こちらを購入いたしました。これあれば、冬キャンプはね、全然余裕で乗り切れるんじゃないかなと思って、これからどんどん使っていきたいと思います。早く使いたいです。じゃあ、ネイチャーハイクのインナーシーツでございます。これはですね、主に夏キャンプを想定して買ったものでございます。インナーシーツという名前ですけれども、夏なんかはこれ1枚でちょうどいいかなと思っております。結構夏のキャンプって昼はめちゃくちゃ暑いのに、夜になったらちょっと冷えてきて、何もかけてないとさすがにちょっと寒いなっていう時が結構あります。そういう時にですね、この薄めのシーツをかけておくと、ちょうどよく寝れるなということで購入をいたしました。でとにかくこれね、ちっちゃくてめちゃくちゃ軽いんですよ。でいてお値段が安いということで、これはですね、UL 化を目指している方だとか、バックパックとか徒歩キャンプ、そんな時には非常に重宝されるのかなと思っております。当然ですね、寝袋の中にインナーシーツとして活用することもできますので、2way で使うことができる商品でございます。はい、こちらベントラックスのコットでございます。こちらですね、サーカス TC デラックスプラスの購入を決意した時に一緒に購入したものでございます。で、コットもいろんなメーカーがあって、どれにしようかすごい迷ったんですけども、たまたまですね、友達がこのベントラックスのコットと別のメーカーのコット2つ持っておりまして、試しに寝させてもらったんですけども、こっちの方がですね、ダントツに寝心地が良かったんですよね。ということで、お値段がそれなりにするんですけれども、こちらを購入することにいたしました。これサーカス TC と色味も合ってますし、とにかくね、地面で寝た時よりも睡眠の質がね、もう格段に上がるってことで、コットって本当素晴らしい製品だなというのを実感いたしました。組み立てがね、ちょっとめんどくさくて、力がいるっていうのが難点なんですけれども、これは本当に品質という意味ではかなりいい商品だなって思っております。コット使うとですね、地面からの距離も空きますんで、寒さ対策という意味でも非常に重宝しております。こちらワックのインフレータブルマットでございます。これですね、車中泊をすることを想定して一番最初に買ったものでございます。結果としてはあんまり車中泊してなくて、キャンプの時メインに使っております。私は虫があんま得意じゃないので冬キャンプがすごい好きなんですけれども、一番最初の冬キャンプやった時に何の対策もしないで、大寒波の日に普通に寝袋だけでキャンプしてたら、もうあまりにも寒くてほぼ一睡もできなかったという経験をしまして、で結構私めんどくさがり屋なので、自分で空気を入れるのが嫌だったので、これはね、自動的にバルブを開けると空気が入ってくれるっていうね、でそういう製品だったので、これがいいなと思って購入をいたしました。単体でも非常に効果を発揮するんですけれども、特に冬キャンプの時のコット、それからインフレータブルマット、サーマレストのジェットライトスル、この3つを重ねるとですね、本当にね、冬でもよく寝れる。大きいんで、どうしてもオートキャンプがメインにはなってしまいますけれども、特に冬キャンプではこちら重宝をしております。でこちらサーマレストのジェットライトソルでございます。冬キャンプで寒い思いした時にどうにかして寒さ対策をしないといけないということで知った商品になります。最初はね、こんなものがね、1万円もすんのかって思ったんですけれども、これ本当世界的にも有名な商品でございまして、アルミの面を上にすると太陽を反射して熱を確保してくれる。反対側にして寝るとね、夏は涼しいとですね、実は優れた商品でございます。バックのインフレータブルマットはちょっと大きくて徒歩キャンプとかバックパックキャンプには持っていけないので、登山だとかいろんなところにこれは使えるということで購入いたしました。かなり軽いですし、バックパックの横なんかにもねつけて持っていけるんで、これはもう基本的にどのキャンプの時にも持っていってる商品でございます。寒さ対策という意味ではなくても、結構クッション性があって体の負担を軽減してくれるという効果もありますんで、どんなキャンプの時にもこれは持っていくようにしております。じゃあホールアースのサイドテーブルでございます。サイドテーブルと言いつつですね、私はソロキャンプがメインですんで、これはもうほぼメインテーブルとして使っております。机はですね、実は他にも購入経験がありまして、本当は大きい机が欲しいんですけれども、やっぱり大きい机って組み立てがめんどくさかったり、かなり重かったりするんで、
私はめんどくさがりでパパって設営ができるような机が欲しいなと思って探していて、出会ったのがこの商品でございます。こんな感じでですね、足が天板の裏についてまして、これを外してこんな感じで挟むだけで組み立てが完了してしまうというですね、非常に画期的な商品でございます。で、天板が耐熱構造になってるんで、熱いものをそのまま上に置けるっていうのが非常にいいポイントですね。あと横側にこういう手すりのようなものがついておりまして、ここに何か物をぶら下げたりすることもできます。これはですね、ソロキャンプ以外の時には確かにサイドテーブル用意になるかなと思うんですけれども、個人的にソロキャンプだったらこれぐらいの大きさがちょうどいいかなって思っております。あとはこの後紹介するフィールドホッパーだとか、先ほど紹介したフィールドラックですね。こういったものと組み合わせても全然不自由はないですね。これも確かそんなにお値段しなかったと思いますので、かなりコスパがいい商品だなと思っております。こちらもアウトドアテーブルでございます。すいません、ちょっとメーカーがわからないんですけれども、ネットで購入したものでございます。これチルキャンピングさんがですね、同じような商品を出しております。おそらくそれの模倣品かなと思うんですけれども、一番最初にですね、ソロキャンプを始めた時にメインテーブルとして購入したものでございます。高さがあんまりないので、当時使ってた椅子との相性があまり良くなかったので、後ほど買い替えました。チルキャンピングさんの商品についてはそんなことないと思うんですけれども、これに関してはちょっとこのね、足のぐらつきがあったりだとか、あとこの天板のところがですね、こうボコボコしちゃってなかなか物がちゃんと置けないということで、これはちょっとね、正直あんまりおすすめはできないです。ギアを購入する際はですね、ちゃんとどこのメーカーなのかっていうのを確認した方がいいなと、学びを得たギアでございます。ただ全く使えないわけではないので、今ではこの上にですね、大きなギアケースをボンって置いたりだとか、物置として使っております。こちら外のフィールドホッパーでございます。これは本当キャンプを始めた一番最初の方に購入したものでございます。とにかく最初ソロキャンプをやってみようということでスタートしたので、小さい商品から集めたいと思って購入をいたしました。これはですね、他のギア紹介動画でも何回も出てきているものなんですけれども、とにかく小さい軽いこのギミックがかっこいいということで、お気に入りのギアでございます。徒歩キャンプ、バックパックキャンプ、登山なんかには毎回持って行ってるものでございます。結局こんぐらいの机だったらなくてもいいじゃんって人もいるんですけれども、やっぱなんかあった方がいいじゃないですか。ギアって意外となくてもどうにかなるっていうのは全部なくてもどうにかなるんで、ただやっぱギアってロマンじゃないですか。ということで、これは今でもお気に入りのギアでございます。こちらスノーピークのローチェアでございます。これはですね、今まで使っていたメインとなる椅子が壊れてしまって、椅子どうしようかなと思っていた時に、友達とアウトドアショップに行ってこれが展示されていたので座ったら、ものすごく座り心地が良くて感動して買ってしまったという感じになります。もうすでにキャンプされている方はわかると思うんですけれども、椅子に座ってる時間ってめちゃくちゃ長いんで、もうこの椅子の座り心地というのがもうキャンプの快適さを左右すると言っても過言ではないなと思っております。これは重くて大きいんですけれども、オートキャンプの時にはそんなに大きさとか重さっていうのは私は気にしてないんで、オートキャンプに行く時には必ずこの椅子を使っております。これはローチェアなんですけれども、ヘリノックスのグランドチェアみたいに、そこまで低くないので座ったり立ったりするのも楽ですし、かといってハイスタイルではないので、このぐらいの高さがね、非常に絶妙で、素晴らしい商品だなと思っております。これはお高いんですけれども、本当買ってよかったなと思えるギアですね。はい、こちらヘリノックスのグランドチェアでございます。椅子はですね、先ほど紹介したスノーピークのローチェアだとか、あと今回は出てこないんですけども、すでに壊れちゃったチェアがですね、実は2個ありまして、小さめのチェアがなかった状態だったので、こちらを購入することにいたしました。これ韓国のブランドなんですけれども、かなりね、高いんですよ。高いんですけれども、やっぱ物がしっかりしていて、とにかく軽い。普段ですね、キャンプスタイルに乗っては椅子っていうのは持っていくか迷うんですけれども、これぐらいの軽さだったらバックパックにも入れれますし、やっぱ椅子はあった方がね、いいなっていつも思うんで、非常に重宝しているギアでございます。で、またこの色味がサイクリングバックパックテントだとか、5日のタープだとか、サーカス TC デラックスとですね、非常に合いますんで、これはですね、かなりお気に入りのギアでございます。なんか結局椅子はヘリノックスにみんな行き着くみたいなところあると思いますんで、だったら最初から買えばよかったなと今更ながら思っております。全然終わんね。こちらロゴスの焚き火台でございます。これ一番最初に買った焚き火台でございまして、当時はですね、バックパックキャンプとかっていうのは想定していなかったので、とにかく見た目と、あとお値段と、使いやすそうだなということで購入をいたしました。後々、バックパックキャンプ、冬キャンプあたりに興味を持ち始めて、軽い焚き火台が欲しいなということで、現在は後ほど紹介する東京クラフトのマクライトを主に使っております。調理をしようとすると、ちょっと薪をくべるのがね、大変だったりして、調理には向かないかなと個人的には思い
ます。ただ焚き火台にそれなりの重さがありますんで、すごいがっちりしていて安心感はありますし、鑑賞用としては非常にいい焚き火台なのではないかなと思います。で、他のね、大型の焚き火台と違ってですね、これ組み立て式なので、これくらいのサイズに収まるというのも、非常にいいポイントかなと思います。最近ちょっと出番がないんですけれども、グループキャンプとかにね、行くときには、この焚き火台をね、使いたいなと思っております。はい、こちら東京クラスのマックライトでございます。こちらの焚き火台なんですけれども、先ほどのロゴスのピラミッド焚き火台の後に購入した商品でございます。先ほど申し上げた通りですね、軽い焚き火台が欲しいなということで、有名なところで言うとピコグリルだとか、パチグリルだとか、そのあたりと迷ったんですけれども、ちょうどこれが販売されたばかりの頃で非常に流行っておりまして、購入することにいたしました。これは本当に軽いし小さいし、火床がかなり広い。燃焼効率もめちゃくちゃいい。ということで、もう毎回最近はこちらを使っております。ただね、この動画でも確かお話ししたんですけれども、ちょっとね、気に入らないポイントでもいくつかありました。ただね、新しい方のマックライト2っていう方でしたら、私がちょっと気に入らなかったポイントが全部改良されておりましたので、これから購入する方はね、そちらの方をお勧めいたします。これでスノーピークの火ばさみでございます。これは当時ですね、火ばさみというものを全く持っていなくて、いつも手袋なんかでね、熱々の薪をなんとかしてこう動かしたりとか、木の枝でね、つついたりしてなんとかしてたんですけど、やっぱそれ不便だなということで購入をいたしました。だいぶ使い込んじゃってるんで、味が出てると思うんですけれども、やっぱこれ見た目がすごいおしゃれですよね。特に使い勝手に関しては申し分ないんで、これで薪をいじいじしながら焚き火を楽しむ時間がすごい好きですね。火ばさみはだいたい同じぐらいの値段でいろんなメーカーから販売されてますんで、そんなに性能の差はないと思いますので、好きなところ買うのがいいのかなと思います。でこちらベルモントの火吹き棒でございます。火吹き棒はですね、もともとただの銀色のですね、1000円いかないぐらいの安物を使っていたんですけれども、だんだん使ってるうちに壊れちゃったりとか、もうちょっとかっこいいものが欲しいなと思って購入したものでございます。これだけ長さがあるんで、火から離れたところからも火を吹ける。やっぱこの見た目のかっこよさ。やっぱりね、他のやつと比べてもですね、よく息が火に伝わって薪が燃えてくれます。見た目もさることながら実用性を兼ね備えた素晴らしい商品だと思います。火吹き棒なんて何でもいいじゃんっていう考え方もわかるんですけれども、せっかくならこういうお気に入りのギアを使う方がよりキャンプを楽しめるのかなと個人的には思っております。はい、こちらスノーピークのホーム&キャンプバーナーでございます。もともと外のアミカスをバーナーとして使っていたんですけれども、オートキャンプなんか行った際にもうちょっと大きめのがっしりしたバーナーが欲しいなということで、こちらを購入いたしました。大きめのバーナーっていうとタフマルとかね、そういうのが有名かなと思うんですけど、やっぱり私ね、あんまりかさばるのが好きじゃないんで、こちらを購入いたしました。これはやっぱりロマンですよね。このギミック感みたいなところが、本当に男心をくすぐりますよね。最初見た時ね、これ本当にびっくりしましたね。本当トランスフォーマーみたいで。これ結構火力が安定しているのでね、そこがお気に入りのポイントです。これちょっとお得の安定性がいまいちなんですけれども、火力がかなり強くて、コンパクトになるということで、オートキャンプの際なんかはここに大きめの鍋を置いて料理したりしております。ただこの五徳の部分不安定という話をしましたけれども、別売りでより安定性のある五徳も販売されているようですので、そういったものを購入すればその不安も解消されるかと思います。こちら外のアミカスでございます。私はソロキャンプメインで登山だとかバックパックキャンプ、冬キャンプによく行きますんで、コンパクトにOD 缶に接続できるバーナーが欲しいなと思って、これは比較的に安価で風にもそれなり耐えられるということで購入いたしました。これ本当今までで一番多く使ってるギアかもしれないですね。もちろん焚き火で料理するのは楽しいんですけれども、真夏で暑すぎて焚き火できない時とか、キャンプ場着いてすぐにお湯沸かしたい時とか、朝で焚き火をやる時間がない時に料理をする時なんかにもこれは使っております。これ本当に人気のギアなので、間違いない商品かなとは思います。で、外のスライドガストーチでございます。これはオートキャンプで最初に火起こしする際なんかに主に使用しております。もともとキャプテンスタックのね、7、800円ぐらいのスライドガストーチ使ってたんですけど、ちょっと出が悪かったりしたので購入し直しました。マイクロガストーチって言ってももっとね、小さいガストーチもあるんですけれども、それはちょっと火からね、手元が近くて、使いづらいなという印象があったので、先っぽが伸びるスライドガストーチにしました。ガスも充填式で、100均で売ってるガスなんかを充填して繰り返し使うことができるので、長く使える商品かなと思います。ちょっとね、見た目が真っ黒でね、すごいかっこいいなっていうのがお気に入りのポイントです。
はい、こちらマウンテンホラーさんの火打ち金でございます。これはですね、だいぶキャンプに慣れてきた頃に様々な着火方法に挑戦したいなと思って、火打ち石と一緒に購入したものでございます。正直これはこれしか使ったことがないので他のものと比べられないんですけれども、こちらの動画見ていただければわかるんですけれども、初めて火打ち金で着火に挑戦したんですけれども、問題なく着火することができました。いろんな着火の方法をするとよりキャンプが楽しくなるなと個人的には思っております。これそんなに高いものではないので手軽に始められるかと思います。はい、こちらブッシュクラフト焚き火フライパンでございます。もともとメインの大きいフライパンっていうのを一つも持っていなかったので、この鉄フライパンっていうのに興味があって買ってみました。絵が木になってるんですけれども、これは自分で落ちていた木を拾って先っぽを削ってここにつけております。商品名の通りブッシュクラフトとフライパンを合わせたものでございます。世界に自分だけのギアになるわけでございまして、そういった遊び心くすぐられるところに惹かれて購入いたしました。柄が外れるんで、ちょっとコンパクトになるっていうのと、このフライパンは底が浅いものが販売されております。私は汁物だとかそういったものも一緒に調理したいなと思って深めを購入いたしました。ただね、今となっては浅めもなんかちょっと気になるなっていう気はしております。どんなものを調理したいかによって深めか浅めかを選ぶのが良いかと思います。難点としてはちょっと重いことですね。鉄フライパン全般そうなんですけれども、ただその分ね、お肉とかすごい美味しく焼けます。こちらロゴスの鉄の職人グリルパンというものでございます。先ほどのフライパンは比較的大きめなので、ソロキャンプ用でちょっとしたものを調理するもので、もうちょっと軽いものが欲しいなと思って購入いたしました。これはね、サイズ感が絶妙に可愛いなと思って、キャンプショップに行った時に一目惚れして実は買っちゃいました。で、鉄フライパンなんですけど、やっぱこれぐらい小さいとね、そこまで重くないですし、野営とかに持っていくにもそんなに苦労はしないです。ちょっとちっちゃいかなって気もするんですけど、逆にね、このフライパンくらいの大きさでなんか料理をするっていう楽しみもね、ありますね。鉄フライパンなので、シーズニングしたりとかね、その手間はかかるんですけれども、やっぱ美味しくね、料理ができるということで、非常に気に入っております。はい、こちらパスファインダーのカンティーンクッキングセットでございます。本当に1、2を争うぐらいのお気に入りの武骨ギアでございます。もともとこれはですね、当時持っていたギア的には必要ないなと思っていたものなんですけれども、ちょっとあまりにもこの見た目と、なんかスタッキングできる感じも武骨な感じで、一目惚れしてしまって、結構お値段するんですけど、買っちゃったって感じですね。これ本当言えば衝動買いしてしまったものなんですけれども、今でもですね、何回も使って、ご覧の通りですね、いい感じに武骨な色がついているわけでございます。こちらスノーピークのアルミパーソナルクッカーセットでございます。これですね、北海道に遠征キャンプに行くときに、友人の分もちょっとギアを賄わなければいけないということで、2人分の調理ができて、かつ軽いギアというのは当時持っていなかったので、購入したものでございます。これ本当有名すぎるぐらい有名なので今更説明する必要もないと思うんですけれども、こんな感じでスタッキングができて、中にですね、鍋が2つと蓋になるものが2つ、こんな感じで2セット、2つの調理器が1個になるという風になっております。で、この蓋もですね、蓋として使わずにこうやってフライパンとしても使えるんで、火床があればですけど、マックス4つ調理ができるというものになっております。で、しかもですね、ここに OD 缶がね、ちょうど入るんですね。スタッキングできるということで、キャンパーだとね、スタッキングできるとすごい、幸せになりますよね。より軽くて、実用性バッチリのギアだと思います。これはより軽さを求める人は、チタンもありますんで、チタンを購入するのがいいのかなと思います。はい、こちらはケトルでございます。ちょっとメーカーの方は、後で調べてこの辺りに出しておきますけれども、当時はですね、お湯を沸かすための調理器具というのはなかったので、どうせならね、夜間買おうかなと思って買ったものでございます。夜間って結局お湯を沸かす以外にあんまり使えないんで、あんまり実用性は正直ないんですけれども、やっぱりこの夜間はね、なんかやっぱロマンなんですよね。可愛くないですか、このサイズ感ね。夜間っていうとね、トランギアのケトルが非常に有名かと思うんですけれども、当時はですね、まだそんなにギアの知識がなくて、パッとキャンプショップに行ってこれがあったんで、これを買ったっていうものでございます。もともとね、取っ手は緑色だったんですけれども、焚き火でも私は使いたいなと思ったんで、その取っ手の緑の部分は取りました。トランギアのケトルは、あれはあれでやっぱかっこいいなと思うんですけれども、もうちょっとこれはね、丸っこくて、なんか可愛らしいフォルムしてるなって感じで、今でも結構お気に入りで使っております。ソロキャンプにはね、ちょうどいいサイズ感なんじゃないかなと思います。こちらチャムスのホットサンドメーカーでございます。
チャムスなのかチャムスなのか本当未だにわからないんですけれども、これもですね、キャンプ始めただいぶ初めの頃に購入したものでございまして、最初はなんかこれで軽くね、デイキャンプなんかできたらいいなということで購入をいたしました。これはね、本当にね、柄が可愛くて、すっごい美味しくホットサンドができるんで、友達なんかにもね、ホットサンドを作って食べてもらったりするんですけれども、いつもね、美味しいって言ってもらえる、そんな料理下手な私でもとっても美味しいホットサンドが作れる、そんなギアでございます。ギアがあった時にやっぱなんかね、テンション上がりますよね。はい。柄はついちゃってるんですけど、全然問題なくね、お肉とか野菜とか何でも炒めることができます。なので、ソロキャンプを始めたいって方に関しては、これ1個あれば、ある程度のものは作れるかなって思っております。で、これでなんか肉まん作ったりとか、シューマイ作ったり、蒸し物作ったりとか、いろんなの作ったりする人いますんで、これ結構ね、ホットサンド以外作れないじゃんって思われがちなんですけれども、何でも美味しく作れる非常に優れた商品でございます。こちら、ビティビッグ Q のビティビッグ Q という商品でございます。これね、メーカーなのか商品名なのかちょっと紛らわしくていろいろ調べたんですけれども、そのまま名前が商品になっているものでございます。でね、中身はね、こんな感じになっておりまして、何かというと、これ五徳なんですよね。これもね、スノーピークのホーム&キャンプバーナーみたいにトランスフォームするものでございまして、他の動画でもね、結構登場してるんですけれども、これは野営をするときにどうしてもですね、木の上に直接フライパンを置いたりすると火力が弱まっちゃったりだとか、安定性がなくて、いいもんないかなって思って探してたら見つかったのがこちらでございます。これは本当に実用性高くて、いろんなキャンプに持って行って使っております。あとちょっとね、お値段高めなんですけれども、野営とかに限らずですね、いろんなキャンプに使えると思えば、本当買ってよかったものかなと思っております。こちらスノーピークのまな板セットでございます。これ折りたたみ式のまな板になってるんですけど、中にですね、包丁が収納できるということでセットということになっております。折りたたみができるんで非常にコンパクトなサイズになって、かつナイフもね、一緒に持っていけるということで、キャンプ始めた頃くらいに購入いたしました。このナイフもそれなりに切れるものではあるんですけれども、オピネルのですね、ナイフを購入したこともあって、あんまりね、この包丁は正直使ってこなかったです。で、これは私が悪いんですけれども、だいぶ序盤にですね、これ焦げ跡がついちゃって、意外とまな板がなくても調理できちゃったりすることもあって、出場機会は激減してしまっているんですけれども、まな板とかってなかなか折れるものってなかったりするんで、これだけコンパクトになるまな板ないと思いますし、中に包丁もついているということで、初めのキャンプなんかには非常にいいのかなと思っております。こちらケブンハウンのまな板でございます。これは友人の結婚式でもらったものなので、値段としてはカウントしないんですけれども、先のスノーピークのまな板の代わりにこれをよく使っております。これカッティングボードにもなるんですけれども、この上に料理を置いても非常におしゃれになるんで、最近結構使用頻度が高めですね。さっきのスノーピークのまな板みたいに折りたたみはできないんですけれども、そんなに思ってるほど重くもないですし、薄いので、バックパックキャンプの時とかも、入れて持ってったりもできます。なので比較的これはいろんなキャンプにも使える商品になっております。こちら和平フレイズさんの中華お玉ですね。これはちょっとね、美味しいチャーハンが作ってみたいなと思って、購入したものでございます。これね、大きさがいくつかあって、これ確か小だったと思うんですけれども、もう一個大きいサイズでもよかったかなとは思っております。キャンプで中華お玉使うことってそんなにないんで、ただこれは家でも使えるなと思って、購入をいたしました。さっきの鉄フライパンとか使うときは、やっぱ炒め物とかするんだったら、こういうお玉がね、あると雰囲気出てね、非常にキャンプが盛り上がること間違いなしでございます。こちら、横戸さんのスパイスボックスでございます。これはですね、結構グループキャンプによく行ってた時に、調味料を入れる入れ物がないなと気づきまして、購入したものでございます。ただ結局これはね、市販の調味料っていうのが意外とこのサイズに収まりきらなかったりするものが多くて、これは今はね、家に置いて、家で使っております。今はですね、ソロキャンプに行くことが多いんで、こういった100均のボトルを買って、市販の調味料をここに移して、先ほどのワイルテックのギアケースに入れて持ち運んでおります。グループキャンプでかなり大きい調味料を使うときは、市販の調味料をね、買ってそのまま使えばいいかなということで、これは正直使用頻度はかなり低くなっておりまして、こんな感じですね、自宅メインで使っております。こちら、カリタのキャニスターでございます。コーヒー豆を入れるケースでございます。これはですね、キャンプ場で豆からひいてコーヒーを飲みたいなって思ったときに、豆をひく機械は買ったんですけ
けれども、豆を入れるものを持っていなかったので探していて、見つけたものでございます。これもかなりお気に入りでして、やっぱなんか見た目が本当にね、おしゃれですよね。でこれ裏にちゃんとね、for outdoors ね、for outdoors って書いてあるんですよね。それがね、まためちゃくちゃ良くて、このサイズ感ならですね、バイクキャンプの時ぐらいなら、このまま持っていきますし、オートキャンプの時もこのまま持っていけるんで、冷蔵庫に入れておいて、キャンプの時にそのまま持っていって、コーヒーを楽しんでおります。たかがコーヒー豆入れなんですけれども、そういったものでもこういうね、お気に入りのギアがあるとやっぱキャンプがより楽しくなるなと思っております。こちらコーヒーミルでございます。すいません、ちょっとブランドは忘れてしまったんですけれども、確か2000円ぐらいで買った記憶があります。キャンプに慣れてきた頃ぐらいにキャンプ場で豆からひいてコーヒーを飲んでみたいなと思って購入したものでございます。2000円ぐらいなんですけども、機能としては申し分なくですね、今もう使えております。さっきもね、家でね、コーヒー入れてたんでちょっと濡れてるんですけれども、ちゃんとね、豆の大きさ、粗さをね、調整するものもついておりまして、安い割にはそれなりかなと思ったんですけども、最近になってね、このちょっと内側にですね、水とか汚れが溜まってしまったりだとか、これは私の使い方の問題なんかもしれないんですけれども、ちょっと錆びが出てきてしまっているということで、あとはですね、この回した時のですね、感覚っていうのが、他のいいものと違うのかなっていう気はちょっとしてます。これちょっと硬めなのでね。お値段の割には普通に使えてるんで、全然機能としては問題ないと思います。ただね、だんだんちょっとボロが出てきてる感じがするんで、本当はやっぱいいやつ使った方がいいかなっていう感じはしております。はい、こちらリバースのコーヒーボアセットでございます。これはですね、コーヒーを入れるときに広げてカップの上に置いて、こうですね。でこれをセットして、でここにコーヒーのフィルターを置いて、その上に豆を敷いて、その上からお湯をかける。こういう抽出するときにね、使うものになります。シリコン製なので、こんな感じでね、折りたたんだりとか洗いやすいっていうのがね、いいところかなと思っております。あと結構ね、やっぱ見た目がおしゃれですよね。ちょっとね、しまう時のマグとかの中にこうやって入れちゃえばいいんですけれども、それ以外の時にね、ちょっとね、かさばるかなって気はしてるんで、パカッパカッとこうね、折りたためるやつの方が良かったかなと今更になってちょっと思ってます。ただこれ面白いのがあって、これ反対側にするとまた味わいが変わるらしいんですよね。ちょっと私わかんないんですけれども、そういった楽しみ方もできるということで、そんな良さもある商品でございます。32,561、32,562。はい、こちらスノーピークの和吹きでございます。これは何かというとですね、折りたたみ式の箸ですね。一番小さいサイズにするとこんな感じになっておりまして、この蓋がついてて、蓋からこう足が出てきて接続できるという折りたたみの箸でございます。箸に関しては当時はあんなもん割り箸でいいだろうとか思ってたんですけれども、やっぱだんだんねキャンプを重ねていくごとに、毎回割り箸ってなんかこう味気ないなと、エコじゃないし、ということで買おうかなって思ってたところに友人がですね、誕生日プレゼントで買ってきてくれたものでございます。今でもね、どんなキャンプの時にもこの箸は持って行って使っております。プレゼントなんかにもね、非常にいいかなと私は思っております。それからこれスノーピークのね、先割れスプーンでございますね。これ確かチタンで非常に軽いんですよね。で、これもですね、友人に誕生日プレゼントで先ほどの和吹きと一緒にいただきました。これ先っちょが割れてるんで、カレーライスなんかも食べれますし、パスタなんかも食べれるということで、これ1本でね、いろんな食べ物が食べれるという優れものになっております。こちらスノーピークのチタンマグでございます。450を私は使っております。これいろんなサイズが販売されておりまして、だいたい300か450で悩むと思うんですけれども、私は汁物とかもね、いけるということで、大は小を兼ねるということで450を購入いたしました。チタンですっごい軽いんで、登山なんかにも持っていきますし、やっぱこれは見た目が好きですね。そんなに保冷力とかないですし、結構汗かいちゃったりするんですけど、でもやっぱ軽さと、見た目で、お気に入りのギアですね。さっきもこれ実は家でも使ってたんですけども、これはね結構お気に入りなんで、キャンプに行かないときは職場とか家でも使ったりしてます。こちらスタンレーの真空スリムクエンチャーでございます。
これタンブラーですね。これはアウトドアショップに行った時にもう一目惚れして買っちゃったものでございます。もともとスノーピークのチタンカップを持っていたので、コップっていうのはそれを基本メインに使っていたので、必要ないといえば必要なかったんですけど、やっぱちょっとおしゃれだったので買っちゃいましたね。この真空マグおしゃれなんですけど、性能もとっても良くて、夏場とかこの中に氷入れて飲み物飲んでても全然氷が溶けないんですよね。ずっと冷たい状態で飲み物が飲めるので、オートキャンプの時なんかはスノーピークのチタンマグではなくてこっちを使ってることが多いかもしれないです。こちら、オピネルのステンレスのシャープ9番でございます。折りたたみのフォールディングナイフと呼ばれるものでございます。これはね、ほんとね、見た目おしゃれですし、切れ味抜群で、ステンレスの場合はね、手入れとかも非常に簡単ですし、で、コンパクトであるということでね、これもね、大体どのキャンプ行っても食材切ったりとかするのには全部これを使っております。キャンプのナイフで食材を切るって言えばなんかオピネルみたいなとこありますからね。これは本当に間違いない商品かなと思います。こちらモッシーオークのアウトドアナイフでございます。これはね、キャンプ始めた一番最初の頃にやっぱバトニングとかやってみたいなということで購入したものでございます。これね、本当にね、安い割に見た目がこんなちゃんとしてて、なんでこんな安いんだろうってぐらい安かったんですよね。だけど、バトニングとか全然問題なく使えますし、こんな感じでおしゃれな入れ物もついてくる上に、これめちゃくちゃ安いんですけども、さらにね、こういうね、フォールディングのね、ナイフもね、一緒についてくるっていうね、どうなってんだろうってぐらいね、これもね、何回か物切ったことあるんですけど、普通に切れますね。ということで、最新のお手軽にね、ナイフ買ってみたいなと思っている方には、ぴったりな商品なのではないかと思います。こちら、モーラナイフのガーバーグブラックカーボンでございます。ナイフはもともとは先ほど紹介したナイフを使っていたんですけれども、やっぱりもうちょっとね、本格的なブッシュクラフトとかっていうのを始めたいなと思って購入をいたしました。キャンプのナイフといえば、やっぱモーラナイフ。で、2、3000円のモーラナイフもあるんですけども、やっぱりこのね、ブラックカーボンのね、ブレードとかがね、すごいかっこよくて、これも結構するんですけども、一生もんだと思ってね、購入することにいたしました。でこれはやっぱりね、ブッシュクラフトする時とか、あと巻き割りですね、にも使っておりますし、どんなものにでもね、割とガシガシ使っております。カーボンなので、物が切れやすい反面ですね、お手入れが結構必要だということで、たまにね、研いだりもしてあげております。よりなんかブッシュクラフターに近づきたいなという気持ちが最近は出てきておりまして、そうなるとね、やっぱ柄の部分とかが木でできてるナイフもちょっと興味が出始めちゃってるっていう感じですね。これぞギア沼でございます。こちら高木さんの楽しみシャークソーでございます。これシャークソーって言いますけど、ノコギリのことですね。ホールディング式のノコギリでございます。この確か何個かね、サイズがあるんですけれども、私はね、このサイズを使っております。でこれはキャンプ慣れてきた頃に、ブッシュクラフトに挑戦したいという思いから購入したものでございます。でね、ノコギリもいろんなメーカーが出してるんですけれども、このね、持ち手が緑色な感じが、結構森とかにマッチするなと思って、これは購入いたしました。これ切れ味もすごいいいですし、結構安いんですよね。なので、初めてのノコギリにはいいんじゃないかなと思います。これこういう角度と、もう一段階ね、こういう角度で2段階ね、角度が調整可能で、切るものだとか場所によって角度を変えれるっていうね、機能なんかもついております。これもね、安い割には全然使えますし、見た目も結構気に入ってるので、お気に入りのギアの一つでございます。はい、こちら3つまとめていっぺんにいきます。ゴールゼロのライトハウスマイクロフラッシュ。ちょっとこれ2つは読み方がわからないんですけれども、他のブランドから発売されているライトでございます。これはですね、もともとこのゴールゼロが当時ですね、全然手に入らなくて、どっちが先に出たかってわからないんですけれども、模倣品のようなものをネットで購入したものでございます。細かい点がね、いくつか違ったりしていて、例えばこのライトだとこういうね、赤い点滅の機能があったりだとか、こっちはですね、その赤い点滅の機能はないんですよね。ゴールゼロの方もその赤い点滅の機能はないと。でゴールゼロの方は、一番下がこうね USB の接続端子にね直接これついてるっていうねものになっております。他の2つっていうのは下にこうキャップがついていて、ここにね充電器を挿すっていう形になっているんで、こっちはねキャップのところはマグネットになってて、つけることができると。でゴールゼロの方はね実はそれがついてなかったりね、そういう細かい違いはあるんですけれども、もともとゴールゼロが買えなかったんで
模倣品のようなものを最初に買っていって、で、後からゴールゼロを買い足したと。で、1回ですね、1本ね、これなくしたと思って、同じものをもう1本買ったっていうね。ということで、合計ね、4本ライトを持ってるわけでございます。結論から言うと、やっぱゴールゼロがおすすめです。はい、こちら、モンベルのヘッドライトでございます。ヘッドライトは、登山でも使えますし、キャンプでもですね、結構便利だったりするんで、購入をいたしました。最近実は釣りにもハマっておりまして、夜に釣りするときはね、結構釣りでもヘッドライト必要になるんで、そういった意図で購入をいたしました。調べたんですけど、いろんな種類があって、このモンベルのヘッドライトは、人とか動物の目に悪くないっていうね、赤色のランプ、それから2段階の明るさのライトがついているものでございます。それからこの点滅機能ですね。とにかくね、最近のキャンプギアは、充電式が多くて、電池式のもの欲しいなと思って、こちらを購入いたしました。これね、キャンプギアと言えるかっていうと、微妙なところなんですけれども、これ結構ね、見た目がサファリ感ある感じで、お気に入りでございます。こちら、デイツのハリケーンランタンでございます。これもね、超有名なギアではあるんですけれども、キャンプに慣れてきた頃にですね、やっぱりね、このアルコールランタンというものにね、挑戦してみたいと思って購入をいたしました。フュアハンドの武骨な感じのランタンとすごい迷ったんですけれども、これがね、たまたまキャンプショップ行った時に見てかっこいいなと思って、ちょっと安売りしてたのもあって、こちらを購入いたしました。ランタンっていうのはめんどくさいんですけど、こいつがいるとサイトが一気にね、かっこよくなるんで、これは本当にバックパックキャンプとか以外のね、オートキャンプとかの時は必ず持ってってますね。ランタンの明かりってそんなに光量は大きくないんで、実用性には正直言って乏しいんですけれども、おしゃれ要因、雰囲気要因としてはもうバッチリのね、商品だと思います。じゃあ、コールマンのルミエールランタンでございます。これもランタンなんですけれども、この OD 缶とですね、合体させて使う商品でございます。これはですね、キャンプ2年目ぐらいの時ですかね、ちょっとおしゃれなランタンが欲しいなと思って購入したものでございます。正直ね、これはあんまり使っておりません。見た目はすごいおしゃれでね、いいんですけれども、ガラスなんでね、これ専用のケースもついてるんですけど、持っていくとちょっとね、不安な気持ちにもなっちゃうっていうのと、やっぱりこの OD 缶を使うっていうのが、ちょっとケチケチしてる私にとっては、あんまりコスパ良くないなって、思っちゃってるところはありますね。これね、ちょっと煙が出るんで家で使うのは微妙だとは思うんですけれども、小さい炎とかにすれば、お家とかでリラックスしたい時にね、使ったりするのもいいのかなと思います。やっぱね、女の子と行くキャンプの時使いたいですね。その機会が全然訪れないんで眠ったままになっております。はい。こちらコールマンのバッテリーガード LED ランタンというものでございます。これはですね、キャンプ始めた当初ですね、本当にランタンというものを1個も持ってなくて、一番最初に買ったランタンでございます。当時はまだね、ゴールゼロとかも流行る前で、とりあえずね、安くていいから買ってみようということで購入をしたものでございます。これも電池式で、上にね、ボタンがついていて、こんな感じの明かりがつくというものでございます。結局ですね、やっぱゴールゼロとかよりコンパクトなものにね、置き換えられてしまいました。電池式のやつは電池がなくなってくると光量も一緒に落ちてくるっていうのがちょっとネックかなとは思います。これ結構でもね、見た目は可愛いんで、ソロキャンプなんかにはね、非常にいい商品だと思います。こちらスノーピークのパイルドライバーでございます。これはランタンを吊るすための道具でございまして、この先端にランタンを吊るすことができます。これこそまさにね、いらないんじゃないかなってずっと思ってたんですけれど、キャンプ場行ってね、やっぱ他の人のサイトとかちょっと見たりするじゃないですか。見てるとね、やっぱおしゃれな人のサイトのね、ちょっとね、サイトから離れたぐらいのところにパイルドライバーが立ってて、そこにやっぱランタンを吊るしてるんですよね。すごい重いので、これオートキャンプにしか使えないのが難点なんですけど、これすごいのが、これどうやって地面に刺すんだろうなと思ってたんですけど、このネジを緩めると、ここがですね、上下運動できるんですね。この動きで勝手にこの棒が地面にぶっ刺さっていくっていうですね、非常に画期的な商品でございます。これはサイトをよりおしゃれにしたいという方におすすめのギアでございます。こちらマルカの湯たんぽエースでございます。これはですね、冬キャンプに挑戦して、もうとにかく寒い思いをした後に、どうにかして対策をしなきゃいけないというふうに思って調べていたら、この湯たんぽがいいというふうに書いてあったので購入したものでございます。これ何回も今までのギア紹介でも出てきてくるんですけれども、友達にも使ってもらったりとかおすすめしてね、みんなね、やっぱこれはね、すごい商品だと
言いますね。最初は本当にね、もう湯たんぽって昔のイメージがあって、そんなもの今でも使ってるのって思ったんですけど、これだと冬キャンプのね、睡眠も全然怖くないっていう優れた商品でございます。湯たんぽもいろんなものがありまして、折りたたみできるものだとか、こういう金属製のものだとか、いろいろあるんですけど、個人的にはね、この中に水を入れて、これそのまま直接火にかけて、温めることができるっていうね。で、それが金属製の優れた点なので、かつね、保温力もやっぱかなり高いので、オートキャンプなんかをメインの方は、この金属製の湯たんぽが個人的にはおすすめですね。こちらワックのソフトクーラーボックスでございます。もともと虫が苦手なのと暑いのに弱かったので、あんまり夏キャンプはやるつもりなかったんですけれども、夏なんですけどね、島キャンプに行ったりとかする予定ができたので、それを機に購入したものでございます。ハードね、ソフトね、どっちもいい面悪い面はあると思うんですけれども、これはね、結構見た目も含めてかっこいいなって思ったところと、これ一応ソフトクーラーボックスなんですけれども、この中にギアをね、入れて持ち運んだりもできるんで、ハードなやつよりもね、ソフトの方がギアを入れるっていう意味ではいいかなと思って購入をいたしました。バイクキャンプ行く時なんかにもハンターカブの後ろにね乗っけれるぐらいのサイズ感です。当然ハードのクーラーボックスに比べたら保冷力は弱いとは思いますけれども、デイキャンプとか一泊のキャンプだったらこのソフトクーラーボックスでも十分なのかなと個人的には思っております。こちらイグニオのマルチ LED ファンでございます。冬キャンプと一緒で初心者の頃に夏キャンプもやったんですけど、あんまりにも暑くてやっぱり対策をしないとダメだなと思いまして購入をいたしました。これはこの持ち手のところがねこういう風に外れるんで、持ち運ぶ時はかなりコンパクトにすることができます。こういう取っ手がついてるんで、天井とかに吊るして使うこともできます。で、置いて使いたい時はここの部分を広げてこんな感じですね。これが結構ねグネグネしても安定感があるんで、いろんな角度で扇風機を使うことができます。扇風機の強度は2段階ですね。これ1個目、2個目でちょっと強くなります。それからこれはライトの機能もついておりまして、こんな感じで明るさに関しては3段階ですね。1、2、3段階の調整が可能となっております。またバッテリーの機能も備えていますんで、裏側からですね、充電をすることもできるという、文字通りマルチ LED ファンということになります。あんまり夏キャンプには行かないので、これはですね、夏の間職場でね、使ったりもしております。はい、こちら2つまとめていきます。ポストジェネラルのインダストリアルモスキートコイルホルダーとインダストリアルモスキートコイルボックスでございます。こちらの方は蚊取り線香を入れるケースでございます。こっちはですね、蚊取り線香を立てるためのね、商品でございます。こんな感じでここに蚊取り線香を乗せるというものでございます。これも本当に専用のものなんで他のものに代替はできないんですけれども、ギアってね、そういうなんていうか無駄っていうとあれなんですけども、そういうところがね非常にですね、この2つは実はもらい物なので今回の購入金額には入れておりません。蚊取り線香の市販のものって、中にその立てるやつついてるんですけど、あれ結局どっか行っちゃったりとかちょっと使いづらかったりするんで、ペグに刺したりするっていうやり方もあるんですけども、これはねこれでね非常に刺すとおしゃれになるんで気に入っております。テレステッテテレステッテテレステテ。はい、こちらグリップスワニーの G1 でございます。見ての通り手袋なんですけれども、巻き割りをしたりする時ですとか、あとブッシュクラフトをする時とか、そういったものに主に使用しております。これ耐熱性ではないので推奨はされておりませんけれども、私は熱いもの持ったりする時もこれで対応をしております。ご存知の方多いと思うんですけど、これも非常に有名な商品でございまして、M サイズ私使ってるんですけども、M サイズがね Amazon とかでもずっと売ってないっていうね品切れ状態になっていたものでございます。結構ね値段するんですけれども、革製品なのでもう一生もんだと思います。糸とかほつれた時には永久保証がついているので、頼めば直してもらえるというものになります。これねバイク乗りにも結構有名らしくて、バイク運転してる人とかってもたまに見たりしますね。ほんと一生ものだと思うんで、グローブ探している方はまずはこれからっていうね、そんな商品かなと思います。はい、こちらコラプズのウォータージャグでございます。ウォータージャグはですねずっと買ってきておりませんでした。なくてもどうにかなるかなとか、あとはね100均でウォータージャグがあるんでそれを使ったりしていました。
ただやっぱり100均のウォータージャグがね、サイトに置くとね、一気にこう雰囲気損ねちゃうんですよね。それがちょっと嫌で、なんかいいのないかなと思って探して見つけたのが、このコラプズのウォータージャグでございます。これはね、もうはっきり言います。もう見た目がかっこいい。これすごい高いんですよ。で、高いんで、そう、機能としては正直100均のと大して変わんないんですけど、これはもうロマンですね。ロマン買いいたしました。ここを取り外して、上についているこのジャグをつけて使うものになります。細かいところはね、当然100均よりも何個かポイントはあるんですけれども、用途としては正直100均のものとはあんま変わんないですけど、とにかく見た目がかっこいいですね。ちなみにね、これ使わないときはこうやって折りたたんで、小さくコンパクトにしていくことが可能でございます。個人的にジャグというのはなくてもどうにかなるんだけど、あったらやっぱ便利だなってもうナンバーワンかなって思いますね。特にサイトからですね、炊事場が離れてる場所とかですと結構行くのがめんどくさかったりするんで、一回受付のところでね、薪なんかを買うついでに水を汲んでしまえば、もうその遠くまでね、歩かなくていいということで、結構オートキャンプなんかの時はよく使っております。こちらコールマンのポップアップボックスでございます。これは何かというとゴミ箱ですね。折りたたんでいる状態だとこの状態。この横の留め具を外してあげると、こんな感じでゴミ箱になるというものでございます。で、中にクリップがついておりまして、ビニールなんかをね、挟んで使用できるというものになります。ウォータージャグと一緒で、マジでいらんだろうって最初の頃ずっと思ってたんですけど、だんだんね、いかにサイトをおしゃれに綺麗に見せるかっていうのを考えた時に、やっぱりビニール袋がサイトに置いてあると、一気にそれでね、雰囲気台無しになるんですよね。インスタグラムとかでおしゃれな方のね、サイトとか見てみると、やっぱビニール袋ってどこにも映ってないんですよ。で、みんなやっぱりね、こういうね、ゴミ箱を用意しているっていうのに気づいて、それでね、購入したものになります。サーカス TC デラックスとかポットとかと一緒で、色を統一して、これを購入いたしました。この色のゴミ箱は他にも結構いっぱいあるんですけど、横にね、ポールを刺すタイプのものだとか、もうちょっと大きさが小さいものだとか、いろんなものがあります。値段はそんなに変わらないんで、お気に入りのものを選べばいいと思います。私はなんとなくでコールマン選んだんですけど、今更ながら調べると、他にもね、かっこいいゴミ箱いっぱいあるんで、サイトをおしゃれにしようと試みている方にはゴミ箱おすすめでございます。で、こちら、カタダインの B フリーでございます。何かというとですね、水をですね、ろ過する商品でございます。フィルターを通すと、水がろ過されるという仕組みでございます。これはですね、野営に興味を持ち始めた頃に、川の水とかをね、ちょっと飲んでみたいなと思って、登山だとかバックパックキャンプの時って、やっぱり水って本当に重くてなるべく持っていきたくないんですよね。で、水はなるべく現地で調達したいなと思って、こちらを購入いたしました。世界的にもめちゃくちゃ入れた超有名な商品で、なんとバクテリアね、99.999999999% ぐらい除去できるらしいんですよ。なのでこれを通してれば、とりあえず安全に水が飲めるっていうね、そんな画期的な商品でございます。はい、こちらはブッシュクラフト岐阜エナさんの暇つぶしククサというものでございます。これもともとはですね、もうちょっと加工された商品でございまして、私が自分で削ってこういう形になっているということでございます。私の動画見ていただいている方はご存知かと思うんですけれども、キャンプに行くたびにね、ちまちま削ってこの形になったという感じでございます。結構失敗しちゃってね、おちょこぐらいのサイズになっちゃってるんですけれども、ソロキャンプやる方はご存知だと思うんですけど、結構暇になったりするんで、そういう手持ち無沙汰な時に暇を潰せるものがあるといいなと思って、ククサを普通に買ってもよかったんですけど、自分から作ってみたいと思って購入をいたしました。これ5000円ぐらいで買えるんですけど、めちゃめちゃ完成まで時間かかるんで、コスパいいといえばコスパいいですね。かなり時間潰せます。これは徐々にね、仕上げていって、いつか完成形を皆様にお見せできるようにしたいと思います。はい、こちらノースフェイスのギアメッシュベストでございます。今これ着用しているものですね。ギアかと言われれば微妙なんですけれども、キャンプのために購入したという意味で、今回は入れさせていただきました。最初はね、キャンプする時の格好とかっていうのも全然気にしなかったんですけれども、サイトをおしゃれにしていった後に、服もおしゃれにしていきたいという気持ちが芽生え出して購入したものでございます。これもそんなに安くはないんですけれども、とにかくいろんなポケットがついていて、収納がたくさんあります。で、キャンプしてると、ライターだとか箸だとかライトだとか、いろんなところにどっか行っちゃったりして、探すっていう時がね、結構あったんですよ。で、そういうのを解決したいなと思ってこれは購入しました。で、結構ね、大きいポケットもちっちゃいポケットも本当にたくさんあるんで、とにかく何でもそういう小物をこのポケットにキャンプ中に入れておくと、なくしたってことがないし、移動しなくて済むんで、そういった意味では非常に役立っている、ギア
になります。でね、もちろん見た目もね、結構こうキャンプしてる感が出ますんで、これも結構お気に入りでいつも着ております。こちらクレセルのデジタルインアウト温度計というものでございます。キャンプギアと言われると微妙なんですけども、こちらもキャンプのために購入したものですので入れさせていただきました。これ初めて雪中バックパック徒歩ソロキャンプっていうものに行った時に、どんぐらいの寒さになるかっていうのを知りたくて購入したものでございます。これね、インとアウトというものがついておりまして、室内の温度と室外の温度を両方測れるという優れものでございます。正直言うとこれは非常に安かったので購入をいたしました。結構ね、その時の温度を測ってると、自分が夏キャンプだと何度ぐらいまで耐えられるのかだとか、冬キャンプだと何度ぐらいまで耐えられるのか、どれくらいの温度の時にどのギアが適切なのかっていうのが分かるんで、結構ねこれ持ってると意外と便利だと思います。で、後ろにマグネットがついてるんで、私の持ってるそのサイドテーブルとかだとこうカチャってくっつけれたりもするんで、これぐらいのサイズだとね邪魔にもならないですし、温度が気になるなってキャンプの時には持っていくようにしております。こちらホームセンターで買ったハンマーでございます。ハンマーもね、なくてもどうにかなるかなって思ってた時期があるんですけれども、やっぱり地面が硬いサイトとかだと、ハンマーないとどうしようもないなって時がありまして購入をいたしました。これやっぱり安物なので、こう叩いた時のね、こうペグの刺さり具合っていうのは正直あんまり良くないですね。で、初心者の頃にキャンプ場にいてなかなかペグが刺さらなかったことがあって、でスノーピークのハンマーを借りたことがあるんですけど、あれがめちゃくちゃよく刺さったのを覚えておりまして、ちょっとあれ高いんですけど、ちょっと買っちゃおうかなって思ってる自分がおります。おすすめのハンマーもし皆さんの方でご存知でしたらコメントで教えていただけると非常に助かります。はい、ということで一通りのギア紹介が終了いたしました。皆さんが使用しているものや目新しいものはございましたでしょうか？ぜひご意見をお伺いしてみたいので気軽にコメントいただけますと幸いでございます。結果発表！気になるこれまでのキャンプギアの購入金額の総額は52万4587円でございます。Oh, Jesus Christ, what the f-? いやー、正直30万円くらいかなって思ってたので、結構いってましたね。実は壊れて使えなくなってしまったギアだとか消耗品とかもありますんで、実際にはもう少しお金をかけてるかなと思います。ここからはちょっと番外編なんですけれども、やっぱり車がないとキャンプに行きづらいと思いまして、キャンプを趣味にすると決めてから実は車も購入いたしました。で、車中泊ができて燃費がそれなりに良くて荷物が積めて、たまにグルキャンも行きますので、後部座席にも人が乗れて、最初の車購入なので、軽自動車でいいかなということでスズキのハスラーを購入いたしました。こちらがなんと160万円でございました。この車の160万円と先ほどのキャンプギアの52万4587円を合計すると212万4587円でございます。さらにですね、私は最近バイクでもキャンプに行ってみたいと思いまして、バイクも購入いたしました。で、これもですね、荷物がやっぱたくさん積める方がいいなということで、ホンダのハンターカブ CT125 というバイクを購入いたしました。これがなんとカスタムももろもろ込みでざっくり50万円いたしました。ということで、キャンプギア、車、バイク全てを合計すると262万4584円でございます。Oh, Jesus Christ, what the...いや、もう基本的にもうなるべく買わないようにしてるんです、キャンプギアは。やっぱそれなり高いですし、買ったものはなるべく長く使いたいなと思っておりますんで、むやみやたらに買わないようにはしてるんですけれども、ソロキャンプの道具を一式集めた後に、デュオキャンプにも対応できるようにしたいだとか、ホーキャンプにも行ってみたいだとか、遠征キャンプにも行ってみたいだとか、バイクキャンプにも行ってみたいだとか、様々な形でキャンプがしたいと思って、道具を一旦ひとしきり買い終えたと思っております。皆さんはいくらキャンプギアにお金を使ったか覚えておりますでしょうか？もしざっくりどれくらい使ったか覚えておりましたらコメントで教えていただけますと幸いでございます。この動画が少しでも役に立った、参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントをぜひよろしくお願いいたします。また今回紹介した商品は全て概要欄にリンクを貼っておりますので、気になるものがありましたらそちらから細かい商品情報を確認してみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。